皆さんこんにちは、ゆうそうです。今回は新たに怪盗団に加入したルーチェの性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ルーチェは祝福属性のバフキャラクター。ルーチェは画面上のボタンから即興劇と呼ばれる4種類の状態を切り替えて戦います。それぞれ燃焼、凍結、感電、風葬の元素以上が割り当てられており、例えば燃焼を選んだ状態でスキル1を使うと敵全体に燃焼状態を付与します。またそれぞれの状態でスキル3で味方に与えるバフの量が変化するなど、状況に応じてバフ・デバフを使い分けることができるキャラクターになっています。それではそれぞれのスキルの効果について見ていきましょう。スキル1は敵全体に祝福属性のダメージを与え、味方全体に祝福を2層付与、さらに味方全体の余ダメージを2ターンの間アップさせ、即興劇に応じた元素異常状態を付与します。ダメージ、バフ、デバフを一気に与えることができる優秀なスキルですね。スキルには2ターンの間味方1体の防御力をアップ、そしてめまいや睡眠などの精神異常を無効にする状態を付与します。相手の特殊なギミックに合わせて使ってあげたいスキルですね。スキル3は2ターンの間味方の攻撃力をアップ、そして即興劇状態に応じたバフを付与します。燃焼の即興劇では味方の余ダメージと効果命中をアップ、氷結の即興劇では味方のテクニカル効果とダメージをアップ、感電の即興劇では味方のクリティカルダメージをアップ、そして風葬の即興劇では味方の貫通をアップさせます。アタッカーに必要な効果に合わせて使ってあげたいスキルですね。最もおすすめなのは貫通を付与する風葬状態です。そしてハイライトでは味方全体の攻撃力をアップし、さらに効果抵抗を大幅に上げてくれます。そして味方に祝福を一層付与、攻撃力と耐久性能をアップさせてくれます。ルーチェの使い方ですが、スキル1、スキル3を交互に使っていけば OK です。相手に特殊なギミックがあった場合はスキル2を挟んであげましょう。即興劇の選択は敵の状態やアタッカーの属性に合わせて選んであげると良いんですが、やはり感電、風葬あたりが特に優秀だと思います。テクニカルを絡める場合は燃焼や氷結も選択肢に入ってきますね。ルーチェのスキル一覧がこちらになってます。ルーチェはスキル1とハイライトで祝福を付与し、祝福が1層あるごとに味方の余ダメージを 5% 上げる能力を持っています。そして効果命中 1% につきルーチェ自身の攻撃力を 0.72% 上げる能力を持っています。元素以上の付与率を上げるために効果命中を上げても無駄にならないというわけです。各スキルの効果はシンプルですが、即興劇による使い分けが面白いキャラクターですね。ルーチェの武器効果一覧がこちらになってます。ルーチェはウィンドの時と同様、通常の星音武器と他に配布の星音武器を持っています。配布の星音武器はイベントを進めることで貫突することが可能です。星5武器はルーチェ自身の攻撃力を上げ、味方が祝福を持っている場合にスキルを使うと余ダメージをアップ、そしてさらに異なる即興劇状態でスキルを使うためにルーチェ自身の攻撃力と味方の攻撃力をアップしてくれます。即興劇を切り替えてスキルを使っていく必要はありますが、優秀なバフ効果を持っている星5武器です。星4武器は両方ともルーチェ自身の攻撃力と効果命中を上げるものになっていますが、配布の星4武器は味方の効果命中も上げることができます。星5武器を持っていない場合は配布の星4武器を使ってあげると良いでしょう。ルーチェのおすすめ刑事カードセットがこちらです。ルーチェは汎用的なバフキャラ用の刑事カードセットである贅沢と信頼の組み合わせが強いです。味方にスキルを使うことで味方全体の余ダメージを追加でアップさせてくれます。ルーチェのバフはルーチェの攻撃力に依存するため、攻撃力を最優先で上げてあげましょう。ルーチェは効果命中の一部を攻撃力に変換する能力も持っているので、攻撃力と効果命中を狙ってあげると良いと思います。バフ効果が最大になる4600程度を目安に上げていってあげると良いと思います。ルーチェの突効果一覧がこちらになってます。ルーチェは星4キャラクターなので突が進めやすいのがありがたいですね。1つ目は味方にスキルを使った時、味方が祝福を1層持っているために余ダメージを 3% アップさせてくれます。スキル1で祝福を付与できるためシンプルながらありがたい効果ですね。2つ目はスキル2を使った時、対象の味方のダメージを 35% ダウン、敵のボスが強力な単体攻撃を使ってくる時に役に立つスキルです。4つ目はハイライト時にメインターゲットの攻撃力を 10% アップさせ、追加で味方に祝福を2層付与します。これによってスキル1とハイライトで味方に祝福を5層付与できるので、ルーチェのバフ効果を最大限に生かすことができますね。6つ目ではスキル3で即興劇によるバフ効果を与えるときに効果持続ターンが2ターンから4ターンに延長されます。これによりスキル3のバフを2種類味方に付与できるため、こちらも強力な効果になっています。貫突するとバフ性能が大きく向上するため、ぜひとも狙ってあげたいですね。ルーチェのおすすめパーティー編成についてです。ルーチェは即興劇によって状態を切り替えることができるバフ役なので、様々なパーティーで採用できます。
現状特に相性がいいというパーティーは存在していませんが、自分の手持ちのキャラクターで足りない役目をルーチェに担当してもらうという流れが良いと思いますね。それではルーチェの強み弱みについて紹介していきましょう。ルーチェの強みは祝福を大量に付与できる点です。祝福は毎ターン味方の HP を 1% 回復してくれるほか、祝福の数だけ能力を上げるというキャラクターが他にも存在しています。ルーチェはそういったキャラクターと組み合わせることで高い能力を発揮します。そして様々なバフデバフを使い分けられる点ですね。アタッカーのタイプに合わせてバフとデバフを使い分けることでパーティーの足りない役目を補うことができます。スキル2を使った敵のギミックへの対応能力も優秀ですね。現状あまり活躍する場面は多くはありませんが、ルーチェにしか対応できない場面もあると思います。ルーチェの弱みですが、まず祝福を必要とするアタッカーが存在していない点ですね。これはユキにも同じことが言えるんですが、祝福をたくさん付与する能力があってもそれを生かすアタッカーが現状存在していません。そして祝福付与という点を除くと器用貧乏なサポーターになっている点ですね。バフの使い分けができる点は優秀ですが、各属性の専用サポーターに比べると優先度は劣ってしまいます。ただ星4のバフキャラクターと考えるとかなり優秀なスペックを持っているので、将来的な祝福アタッカーの追加も考えれば星4キャラクターの中でも最上位の性能を持っているキャラクターと言えるでしょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ルーチェは自分の演じる役に合わせてデバフとバフ能力を切り替える、まるでワイルドのような面白い性能を持ったキャラクターです。ストーリー加入キャラクターなので誰でも入手することができ、貫突すればかなり高い性能を発揮するのでぜひとも使ってあげてほしいですね。祝福アタッカーの追加にもかなり期待しています。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。